もう中国は終わりです。ハイパーインフレが起きると北京の経済学者が断言しました。不動産バブルに続いて鉄道バブルも崩壊したようです。ここ十数年、中国は日本から盗んだ新幹線技術を利用して猛スピードで高速鉄道を整備してきました。その総延長は4万 km 以上に達しており、現地メディアが国産鉄道を自画自賛しない日はなかったくらいです。ところが、その長すぎる鉄道があだになりました。建設費や何やらでなんと122兆円もの借金を積み上げちゃったんです。しかも、せっかく作った路線は赤字だらけでこの借金を返す当てすら見つかっていません。この状況に北京大学の経済学者からは、このままではハイパーインフレーションが起きるという警告すら上がっています。返せない借金が大問題なことはわかりますが、ハイパーインフレが起きるとは一体どういうことなんでしょうか。というわけで今回は、中国高速鉄道が抱える巨額債務がもたらす破滅について詳しくご紹介します。それでは行ってみましょう。まず、中国高速鉄道が抱える122兆円もの借金がどれくらいやばいのかというお話をしましょう。比較対象にするのは、ベイリーマン、ブラザーズと恒大集団、どちらも重い借金に押しつぶされた会社ですが、実はその負債総額は122兆円よりずっとマシなんです。リーマンは借金を返しきれず2008年に経営破綻しましたが、その負債総額は6130億ドル、当時のレートで約63兆円でした。恒大集団も2021年にデフォルト、債務不履行しましたが、当時の負債総額は2兆元、約35兆円に過ぎません。63兆円、35兆円でも両社は借金を返せなかったんです。その2倍、4倍にあたる122兆円という借金がどれだけ重いのか、どれだけやばいのかは想像がつくかと思います。しかも、この借金は今後さらにどんどん膨らんでいくんです。なぜなら、赤字路線が多すぎるから。中国は政府主導で高速鉄道の整備を一挙に推し進めてきました。2023年にも新たに約 2800km の新路線が開通しています。新幹線の総延長が約 3300km なので、一部の日本メディアは、中国様はすごい、習近平もすごい、なんて記事を連発していましたよね。しかし、その速さが落とし穴なんです。というのも、採算を取れる路線なんて限られているから。中国も最初のうちは北京や上海みたいな人口の多い場所に鉄道を作り、ガンガン運賃を稼いでいました。ところが、都市部に鉄道に作り切った後も、いいから鉄道を作るんだ、とやり続けちゃったんです。そうなると、人口や需要の少ない田舎にも鉄道を作るしかありません。それこそ、ここ数年は1日1往復すら必要ないど田舎にも豪華な路線を作るようになっていました。有名な例が、新疆ウイグル自治区と北西部の甘粛省蘭州をつなぐ蘭新線。この路線は1日160往復を運行できるだけの設備と能力を有しています。日本の大動脈、東海道新幹線の東京、新大阪間が1日約160本なので、それと同じくらい立派な設備や人員が確保されているということです。しかし、実際に運行されているのは、なんと1日わずか4往復。やろうと思えばバンバン列車を走らせられるのに乗客が少ないからそれしか運行していないんです。これでは借金を返すどころではありません。中国高速鉄道は政府系の銀行から建設費や車両の購入費を借りて、運賃収入でその借金を返していく仕組みになっています。160往復できる豪華な路線を作った借金を1日4往復の運賃収入で返せるはずがないんです。実際、蘭新線は路線長 1900km に対して、運賃はたったの約1万2000円。一等席、東京、新大阪間が 550km、1万4000円。自由席、であることを考えたら、破格の安値です。これでは借金を返すどころか、日々の維持費や整備費、電気代すら賄えません。利子の返済にも事欠くでしょう。中国にはこういった赤字路線はそれこそ山のように存在しています。122兆円というただでさえ重い借金は今後まだまだ増えていくんです。しかも、習近平はさらに赤字路線を増やそうとしています。2020年夏に発表された新計画では2035年までに総延長7万 km を達成するとしているんです。当時の総延長が約 3.5 万 km だったので、今あるのと同時分の路線を新たに建設するということになります。もうすでに都市部には鉄道を整備しきってど田舎に誰もならない路線を作っているレベルなのに、赤字路線をまだまだ作り続けようとしているんですね。しかも、この新路線にかかる総投資額は最低でも70兆円。つまり、中国高速鉄道の借金は122兆円から一気に192兆円へとまた膨らんじゃうんです。
今の借金を返すあてもないのにまた借金を増やそうとするなんて異常としか言いようがありませんよね。しかし、なぜプーさんはわざわざ赤字路線を増やそうとするんでしょうか。それは、不況の時は高速鉄道を作って一発逆転という成功経験が染みついているからです。2008年のリーマンショックの際、中国はその影響からいち早く脱出しましたが、そのカンフル剤になったのが高速鉄道でした。当時の中国経済は輸出に頼りきり、安かろう悪かろうの B 級品を輸出しまくって経済を回しているという状況でした。ところが、その外国がリーマンショックで全然物を買ってくれなくなっちゃったんです。そこで、当時の胡錦涛国家主席は高速鉄道に一点かけしました。鉄道にはコンクリートも鉄も大量に使いますし、実業者を作業員として吸収することもできます。言うなれば、世界恐慌後のアメリカが巨大なフーバーダムを作ったのと同じことを高速鉄道でやろうとしたんです。実際、この時期にその整備計画は大きく拡大されました。2004年の当初計画が目標にしていたのは、2020年までに 1.2 万 km。しかし、リーマンショック直後には2020年までに 1.6 万 km と大改定されているんです。そして、現実の2020年には目標を大幅に超える 3.5 万 km の鉄道網が完成していました。当時の中国がどれだけ高速鉄道にかけていたかわかりますよね。プーさんもこの再来を狙っています。現在の中国経済はまさに火の車、バブル崩壊直後の日本よりひどい状況に陥っています。GDP の 25% を占めていた不動産業はバブル崩壊によって販売面積が4割も減少、作ったばかりの不動産が大量に売れ残っていて、今後数年は在庫があるから作る必要がない、つまり建設業の仕事がなくなるという状況になっています。そのため、都市部では就職氷河期が到来。昨年夏には若年層失業率が過去最悪の 21.3% を記録し、共産党は慌てて隠蔽に走ることになりました。そんな状況なので外食チェーン各社は激安メニューを売り出しています。北京市内でも60円で八宝粥やピータン粥が食べ放題という朝食セットに行列ができていたそうです。こういう過度な価格競争はいわゆる、失われた30年の初期にも見られた光景でした。ただ、当時の日本より深刻な点もあります。それは外資が一斉に逃げ出していること。2023年に外国企業が中国に投資した額は前年比でなんと 82% も減少しました。現地に新しい工場を作ったり、新しく人を雇ったりする企業がわずか1年で5分の1になっちゃったんです。さらに、外資は株式市場からも逃げ出しています。中国企業の株を売ってアメリカや日本企業の株を買うという動きが世界規模で起きているんです。2024年1月には中国株の時価総額が3年前と比べて6兆ドル、約900兆円も下落し、アメリカ株との差はなんと38兆ドル以上に拡大しました。ここが日本のバブル崩壊とは違う点で、だからこそ日本以上に深刻な状況に陥ると予想されているんです。そこで、習近平は胡錦涛と同じく高速鉄道に頼ることにしました。我が国はリーマンショックも高速鉄道で乗り越えた。だったら、不動産バブル崩壊も乗り越えられる、とでも考えたんでしょう。それに、地方ではまだまだバブル崩壊の実感が湧いていません。2023年12月に厚生省で新路線が開通した際、地元政府の幹部は、周辺地域の開発で多くの負債を抱えることになったが、大丈夫かという質問に、開通で地価が上がるため、財政に悪影響はない。と答えました。国全体で見ればもう不動産開発の勢いは止まっていて地価が上がる目なんてないのに、この幹部はまだ、駅地価になれば土地が高く売れる、と信じているんです。だったら、高速鉄道を作らない理由なんてありませんよね。共産党中央と地方の思惑は、もっと鉄道を作ろう、で一致しています。2035年までに7万 km という大量の赤字路線を作る無茶苦茶な計画にゴーサインが出たのにはこういった理由があったんです。もう中国全体で借金地獄に向かって列車を走らせているようなものですよね。実際、北京オリンピック直前の2022年2月には新たな赤字路線が誕生しました。スキー競技場のある河北省張家口市と北京をつなぐ路線です。総延長は約 180km で、建設費や車両購入費などは総額でなんと1兆2000億円にも上りました。ところが、この路線も閑古鳥が鳴いています。五輪期間中でも1日17往復の低稼働率だったのに、五輪終了後はなんと1日1往復というとんでもない状況になりました。お客さんが少なすぎて何本も走らせる意味がないんです。これでは100年経っても 1.2 兆円の借金は返せないままでしょう。そもそも張家口市はつい最近まで国からの支援対象となる国家級貧困県に指定されていた都市、五輪競技場の建設地として選ばれたのも田舎すぎて土地が有り余っているからでした。
そんな場所に行く豪華な高速鉄道を作っても誰も乗らないのは当然ですよね。先ほどご紹介した蘭新線もそうですが、中国にはこういう赤字路線が大量に存在しています。というか、2019年時点でも確実に黒字と言い切れる路線は2つしかありませんでした。北京、上海をつなぐ路線と広州、深センをつなぐ路線です。この2つは初期に整備された路線で、大都市同士をつなぐだけあってドル箱路線として大きな利益を上げていました。しかし、逆に言えば残りの路線は全てが赤字だったんです。122兆円もの借金をこの2路線だけで返せるわけがありません。中国高速鉄道が抱える122兆円の借金、将来的には192兆円にまで膨らむ借金は絶対に返すことができないんです。ただし、この借金で倒産することも絶対にありえません。なぜなら、高速鉄道を運営しているのは国営の国家鉄路集団だから、国鉄集団はもともと鉄道省の業務部門で、政府系の銀行からいくらでもお金を借りることができます。赤字だらけで借金を返せないという状況でもまた新しく借金をして、それで昔の借金を返すことができるんです。言い換えると、国鉄集団は政府公認で自転車操業をいくらでも続けられる特別な企業なんですね。ところが、これが問題をさらに深刻化させています。むしろ、倒産できないことの方が大きなリスクなんです。というのも、この借金を最終的に返すのは国であり、国民だから、国鉄集団の200兆円近い借金はそのまま、隠れ債務、でもあるんです。隠れ債務とは公式統計には借金として計上されていない借金のこと。例えば、地方政府は融資平台と呼ばれる投資会社を設立して、その会社に土地開発用の借金を肩代わりさせています。その負債総額が全国合計で2000兆円にも上り、それが経済的に大きなリスクになっていることは有名な話ですよね。これと一緒で、中央政府、中国政府も自分たちの代わりに国鉄集団に借金をさせて高速鉄道を作らせているんです。しかも、その借金は今後どんどん膨らんでいくというおまけ付き、国鉄集団が倒産できれば借金が増えることはありませんが、絶対に倒産できない以上、誰も返せない、返す気すらない借金だけが200兆円を超えて増えていくんです。これがリスクじゃなくて何なんだという話ですよね。この状況に中国の経済学者すら警鐘を鳴らしています。その人物とは北京交通大学の張健経済管理学院教授。張教授は鉄道経営が専門なんですが、ある寄稿記事で、深刻なハイパーインフレーションが起きる。と警告しました。つまり、このままでは元が紙切れになって、ジンバブエみたいにパン1枚を札束で買う時代になるぞ、と言っているんです。借金200兆円が大問題なのはわかるけど、そこまで行くのと思っちゃうんですが、張教授はそのあたりをしっかり説明しています。国鉄集団の借金は100兆円以上に膨らんでいるのに、国民は、どうせ中央政府が支払うだろう、と見て見ぬふりをしている。さらに、地方政府が高速鉄道と関連して抱え込んだ借金も推定18兆元、約300兆円。だ。増えるばかりの借金を運賃収入で返せないのならば、返す方法は一つしかない。中央政府が借金と同時分の貨幣を発行することだ。新規発行通貨で借金を満額返済することができる。ところが、そうすれば深刻なハイパーインフレーションが発生するだろう。とてつもない金融危機が起きるのは間違いない。中国高速鉄道の営業距離は世界一だと自慢する人は多い。しかし、一方でその借金が世界一であり、世界最大の金融リスクを抱えていることは無視されているのだ。つまり、張教授は、国鉄集団の200兆円足す地方政府の300兆円が返せない以上、新しく500兆円分の元を発行するしかない。でも、そうしたら世の中に元が出回りすぎて、インフレを超えたハイパーインフレが起きちゃうよ。と指摘しているんです。実際、第一次世界大戦後のドイツでは賠償金支払いのために大量の通貨を発行した結果、1920年には卵10個で 3.9 マルクだったのが3年後には3兆マルクになるというハイパーインフレが発生しています。札束を積み木代わりにして遊ぶ子供の写真を見たことがある人も多いのではないでしょうか。借金を無理やり返そうとすると、これと全く同じことが中国でも起きると張教授は指摘しているんです。だったら、返さなければよいじゃないか、という考えも浮かびますが、それもできません。返済されない借金なんて文字通りの不良債権です。日本のバブル崩壊でも不良債権の総額は100兆円でした。国鉄集団と比べたら半分の額でもあれだけのダメージを受けたんです。この200兆円はもう返さないよ、となったら、まずそれを貸していた銀行にとんでもないダメージが入り、そこから経済全体に破綻の波が広がっていきます。まさに進むも地獄退くも地獄の状況なんです。すでに都市部の高速鉄道は整備が終わっており、
残っているのは人口と需要の少ない地域だけ。2035年までに7万 km という目標を達成しても、新たに3万 km 以上の赤字路線が誕生するだけです。積み上がった借金を中国は一体どうするつもりなんでしょうか。日本のように公的資金を投入して地道に返していくのか、それとも一気に返済してハイパーインフレーションを招くのか。返せない借金を積み重ねてきたツケが今爆発しようとしています。さて、それでは最後に今回の話題に寄せられた海外の反応を見てみましょう。日本の新幹線が国際的に高く評価されているのは、需要に見合った路線を完璧に運営しているからだ。中国は根本的なことが分かっていない。ハイパーインフレが起きたらどうなるか。10億人以上の国家が大混乱に陥ったら、世界経済にベネズエラ以上の影響が出るだろう。勘弁してもらいたいよ。問題は中国経済が破綻した時、共産党が何をするかだ。一発逆転のために台湾侵攻を考えても全く不思議じゃない。いかがでしたか？今回は122兆円の借金を積み上げた中国高速鉄道についてご紹介しました。現時点でも赤字経営で借金の返しようがないのに、新たに70兆円をかけてまた赤字路線を作ろうとするなんてとんでもないですよね。張教授の指摘した通りハイパーインフレが起きるのか、それとも巨大な不良債権として失われた数十年を生み出すのか、どちらにせよ待ち受けているのは地獄です。中国経済そのものが破綻するのは全然良いんですが、他国に迷惑をかけないようにどうにかしてもらいたいですよね。日本とアメリカが出資している IMF には絶対頼っちゃダメですよ。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。